地雷原へようこそ。意識と時空の地雷原はここですか？そうですよ。今日はすっかりバラバラになった MWI とキュービズムをまた一つの流れに戻せるかもしれない理論 ER=EPR 予想をやるよ。 MWI とキュービズム、どっちも実験で証明したレベルの説得力満載の理論だからな。一度こじれるとそう簡単に元通りってわけにもいかないだろう。でも MWI とキュービズムって同じ測定問題から生まれたのに、なんで全然違う方向に行っちゃったんだぜ。そうだね。 MWI の取りこぼしを埋めるはずが数学的に辻褄が合わないと一周されたことから、キュービズムは MWI から独立した完全に別の理論としての完成を目指したの。辻褄が合わない。実験結果でめちゃくちゃ怖い思いしたのに。そもそもはそういうことなの。決別したからこその説得力だと言えるね。その決別を決定的にしたのが2012年の一本の論文なのよ。また2012年か。ヒッグス粒子とデコヒーレンスのノーベル賞と同じ年じゃねえかよ。そう、完全に呪われた年だね。フシー、バレット、ルドルフの3人が発表した PDR 定理。これが物理学界の穏やかな眠りを叩き潰したの。PDR が証明したのは、異なる量子状態には必ず異なる物理実在があるということ。つまり波動関数プサイは実在していなければならず、単なる情報のメモビットなんかじゃない。私たちの目の前にある実体を寸分たがわず反映していなきゃいけないのよ。数式が世界は2つに分かれるぞと言ったら、宇宙は物理的に2つに割れなきゃいけないってことかよ。正解。 MWI 多世界解釈にとってはこれ以上ない強力な援護射撃。数式が分岐を止めていないんだから、実体も無限増殖するしかないという狂気が数学的に正当化されちゃったの。でもキュービズムにとっては最悪の宣告。波動関数は私の心の中にある感想です。なんていう前は量子力学の OS がもう受け付けてくれないってことなんだよね。まあそうなるよな。生命体以前の宇宙は一体誰が観測してたんだって話だよな。あら、そんな疑問もキュービズムは一発で解決したわよ。生命がいない頃の宇宙なんてものは、今私たちが観測データ CMB や化石を整理するために頭の中で勝手に作り上げた物語、推論に過ぎないって。歴史は全て捏造ってか。今が全てだからね。歴史なんてのは人類の単なる情報整理、辻褄合わせに過ぎないってことね。まあこんな調子だからこそ全方位からめちゃくちゃ叩かれるんだけども、当然 PDR への反論も観測者から独立した準備自体がありえない。ならば客観的な実在なんて最初からなかったことにすればいいって感じで、 MWI と完全に分裂してあんな尖った理論になっちゃった。つまりキュービズムは量子力学から降りていながら主力候補として MWI とため張ってるのか。そうだね。今まで見てきた通り科学としての筋は通ってる。同じ測定問題から生まれた2つの理論が PDR という1本の論文によって二度と交わらない平行線になったのよ。一つ聞いていいか。このプサイ1と2をまとめてるでっかいプサイの正体は何なんだぜ。さあなんだろうね。見かける理論次第で何にでもなってるよね。シュレディンガー方程式ってのはさ、波動関数っていう正体不明未定義の何かを数式の都合でさらに無数の実体のある世界にコピーして回ってるだけのただの増殖バグってことじゃねえのか。それは最高にやさぐれた、そして最高に正しいコードレビューね。そうよ。シュレディンガー方程式はプサイが一体何なのか、その中身については一文字も説明していない。ただ PDR 定理という物理的な重みを与えられた結果、意味はわからんが、とにかく実体として増やし続けろという命令を忠実に実行しているだけなのよ。じゃあ俺たちが実在だと思ってすがりついてるこの世界は、正体不明の親からコピーされた拡張子がついてない編集不可能な書類ってことか。まあそれを開けそうな拡張子で開いて計算して積み上がって、しかも完璧に動いてるのが量子力学の一番わけがわからないところでもあるんだけどね。だからキュービズムはそのよくわかんない実体の連鎖ごとシステムをシャットダウンしたの。正体のわからないプサイなんて最初から定義しなけりゃいいじゃないってね。 MWI とキュービズムはどっちも無茶言い過ぎで使い勝手の悪い理論だな。結局ボーアとやってることがあんまり変わんない気がするんだぜ。
だからこそ今日の本題、このバラバラになった客観と主観をもう一度つなぎ合わせるための禁断の通信プロトコル ER=EPR という名の情報の縫い合わせの話を始めましょう。 PDR 論文で2つの理論の決裂が決定的となった翌年2013年、フアン・マルダセナとレナード・サスキンドが提唱した ER=EPR 予想、量子もつれ EPR とワームホール ER は同じものだという主張なの。待て待て待て、予想ってなんだよ、随分と頼りねえな。計算上矛盾なく導かれるけど証明できてない義理科学よ。 MWI やキュービズムとその信頼度で言ったら変わらない、強く信じられている命題ということになるわ。とっくに義理科学を義理科学でパッチする領域の話になってるからね。まあそうだな、量子もつれって離れた粒子同士が瞬時に影響し合うやつだろ。そう、1935年にアインシュタインたちがこんな不気味な遠隔作用はおかしいと指摘した EPR 論文で、そんでワームホールって時空のショートカットのやつだろ。そう、同じく1935年にアインシュタインとローゼンが発表したアインシュタイン・ローゼン鏡、つまり ER ね。ってことはアインシュタインは隠れた変数とか自分でも証明できないこと言ってないで、不気味な遠隔作用をワームホールで説明できたってことじゃん。そうなのよ。アインシュタインは同じ年に後に ER=EPR としてつながる2つの論文を書いていたの。本人はそのつながりに気づかなかったんだね。答え持っててそれに気づかず、某アニクシで何やってんだか。アインシュタイン自身が気づかなかったつながりを80年後に誰かが発見したってことか。そう、マルダセナとサスキンドはもつれた粒子の間にはミクロなワームホールが存在すると言ったの。量子もつれという情報のつながりが時空のショートカットという幾何学的な構造と等価だというの。情報と時空が同じもの。そう、これが ER=EPR の核心なの。it from bit、 時空は情報から生まれるという考え方なの。情報って不気味な遠隔作用、つまり量子もつれの情報ってことになるのか。お、さすがだね。そういうことよ。何も棒アニクシでやらかしたわけじゃないの。アインシュタインはもちろん、当時の物理学者にこの考えは全くなかった。アインシュタインにとって時空 ER は実在する舞台であり、量子もつれ EPR は数式の不備が生んだ ER とは相入れないバグだった。彼はね、ER という実在する舞台を救うために時空をなきものにする EPR、量子論を消去しようとしていたの。まさかそのバグこそが舞台を編み上げている材料だなんて夢にも思わなかったのよ。2013年までの80年間、ベルの不等式だの随分遠回りして不思議だねで済ませてたこと考えると、まあそういうことなんだろうなって納得するのはそこじゃなくて、it from bit って一体どこから湧いてきたんだぜ。それを言い始めたのは多世界解釈の生みの親、エベレットの師匠、ジョン・ホイーラーよ。彼はね、アインシュタインと一緒に研究しながら、ある時とんでもないバグに気づいちゃったの。宇宙のすべての問いは、最終的にイエス可能、つまり1ビットの情報に集約されるんじゃないかって。イエス可能。物理学って重さとか長さとかを測るもんじゃないのかよ。その測るという行為自体が宇宙というデータベースにクエリを投げて、つまり提示した条件に合った0か1を受け取る作業でしょ。でも物理学者がその妄想を物理的な事実として認めざるを得なくなったのはホイーラーの直感じゃなくて、ブラックホールという名の巨大なゴミ箱のせいなのよ。あ、思い出した。ホログラフィック原理か。体積のあるものすべてがブラックホールの表面に書き込まれた情報の投影に過ぎないってやつ。あれちょっと待てよ。デコヒーレンス全否定か。月がそこにあるように見えるのは環境との相互作用の繰り返しで宇宙が月の形を固定し続けてるからだろ。否定どころかデコヒーレンスこそがデータの書き込みの正体なのよ。月を構成する量子がデコヒーレンスして月の見かけを確定して、そのデータを全方位に投げまくる。ただそれを私たちが月として直接観測しているのではなくて、そのブラックホールの表層に溜まったキャッシュが一貫したデータとして存在している結果、レンダリングされた映像を私たちが月だなと思って見てるの。どういうことだぜ。
そのゴミ箱域になったデータが投影されたのが月。そうそう、ブラックホールは月のエントロピーというデータの終着点で、たどり着いたデータはブラックホールから出られなくなってしまうから、ゴミ箱と言ってるの。まあいずれにせよ俺たちが見てる月は実体としての月ではなくて、ブラックホールにとどまってる情報のさらに投影ってことだな。そうだね。ってことは、この場でデコヒーレンスしてる俺も直接現れてるんじゃなくて、ビット化されてブラックホール経由でここに投影されてると。そういうことね。なるほど、全然納得いかねえわ。俺が今ここにいて、この手で自分を触れる実感はどう説明するんだよ。ブラックホールの表面のデータが、どうやってこの熱量や重みになるんだよ。月ならまだしも、自分ごとになったらめちゃくちゃ嘘くさくてたまらんのだぜ。まあ納得いかないよね。普通私たちが質量重さと感じているものは、情報学的にはあなたの座標データを書き換えるのに必要なリソースの量に過ぎないの。そしてあなたが自分を実在だと確信して疑わないのは、あなたの情報のパケットが宇宙の境界線キャッシュとゼロレイテンシ遅延ゼロで同期しているからよ。それが ER=EPR だということだな。瞬時の相関。あら理解が早いわね。そういうことよ。ER=EPR、量子もつれの糸が時空という名の通信ケーブルを作っているという真実なのよ。デコヒーレンスして環境に散った情報、それをキャッシュするブラックホールの表層、さらにそれを投影する全ての量子的相互作用は必ずもつれを生む。つまりブラックホールの表層と宇宙全体は ER=EPR で残らずつながっているということなの。瞬時の相関という言葉には時間の概念が入ってしまっているけれど、距離がゼロ、よって時間差もゼロ。つまりあなたのその手の動きや感触はデコヒーレンスした瞬間からブラックホールの表面にあるビットと完全にシンクロしている。データは宇宙の果てにあるのに全く同じ座標で投影されてるんだから、ここにいて重さを感じているという感覚は至極当然ってこと。デコヒーレンスで一発回答でいいのに随分ロスが多い話だな。なんでこんなめんどくさい考え方するんだよ。デコヒーレンスはなぜ一つに見えるかは説明できても、なぜ一つに決まるかは説明できなかったでしょ。ブラックホールの表層に固定されるビットを経由することで初めて一つに決まる理由が説明できるんだよ。デコヒーレンスは現象の記述、ER、EPR はその情報を運ぶコンテナ、そしてブラックホールはデコヒーレンスで記述した根拠を固定するストレージで、それを読み出した映像が私たち。なるほど、そういうことか。結局俺が今ここにいるってのは変わんねってことだな。そう、どっちでもいいの。実在としての自分は何一つ変わらない。これでデコヒーレンスで説明できなかった測定問題の答えが出た。俺そのもののありかがここでもブラックホールのビットでもどっちでも良くなってきたんだぜ。俺たち一トが ER=EPR で繋がった宇宙の果てにあるビットなのは分かった。けど時空が全部ゼロで ER=EPR してたら投影する空間もなくなるんじゃねえの。そうだね。it from bit を実現するビットはブラックホールの表面にある。でもあなたをデコヒーレンスした座標はあなたの現在地で、それは私の座標とは重なっていないよね。すべての物体がデコヒーレンスするのはそれぞれの座標。つまりデコヒーレンスの座標がそのまま投影される座標になるのだから、ビットがゼロ距離でitになっていても、その座標は重なりようがないってこと。ああ、うまいことできてんな。つまりデコヒーレンスのデータビットには最初からこの座標に投影しろっていい書き込み履歴が残ってるから、お互いにぶつからずに空間が維持されてるってことか。正解。空間は先にある箱じゃない。情報のもつれ EPR がつながった結果、そこに出現する副産物 ER なのよ。要するに時空そのものが量子もつれから編み上げられているという話だな。お、なんかだんだん楽しくなってきたんだぜ。じゃあ俺の本体はブラックホールの表層に載ってるビットってことで。まあ好きにしなさいよ。さっきから言ってるようにどっちでも結果変わらないから。で、この ER=EPR が MWI とキュービズムをどうつなげるんだ。 MWI の問題ってなんだっけ。デコヒーレンスで分岐した宇宙と相互観測できないってことじゃないの。そうそう、拡張ウィグナーの有人実験で
線形結晶を使って一つの光子から一組のもつれ光子のペアを作ったじゃない。MWI では二つの世界に分岐する際に、元の世界に存在していた一つの光子がペアの光子になって分岐したことになる。まあそうだな、もつれ光子のペアなんだぜ。あ、そうか。宇宙が分岐したら、あらゆる素粒子がもつれ状態にあるってことなんだぜ。そういうこと、つまり分岐した世界が私たちの世界とワームホールでつながってるということになる。なるほど。世界が分岐するたびに、あらゆる素粒子にもつれ、EPR が刻み込まれる。つまり分岐した内側の世界とこの世界は、今もミクロなワームホール、ER で直結してるってことか。そういうことね。よっしゃ、つながってるなら話は早えぜ。あっち側のあれともつれ通信で何して遊ぶ？残念だけど、今のところ遊びには使えないわ。もつれた素粒子同士は共通した分岐前の記憶を持っているだけだから、健康状態を示し合う以上のことはできない。あ、量子テレポーテーションのプロトコルに直接伝達したい情報を載せられないのと同じ理屈か。そうだね。相関して存在できる以上の機能はないから、高速度の限界を超えて何かを伝え合うことはできないの。繋がってるのに話せないのかよ。なんかあんまし意味なくね。このワームホールの最大の役割はね、消去されたデータのバックアップよ。イグナーが観測した瞬間に、友人たちの事実はリセットされて、この世界スレッドからは消去されちゃったでしょ。記憶ごとゴミ箱へ捨てられるっていい。キュービズム最大の欠陥仕様だな。キュービズムは客観性をこの宇宙からデリートしやがった。でもね、ER、EPR があれば、そのデータは消えていないことになるの。イグナーの宇宙では、友人が観測した事実が消されていても、ワームホールのあっち側にある分岐した宇宙には、友人が観測したその事実は 100% の精度で保存されている。つまり、このミクロなワームホールは、バラバラになった孤独な観測者たち、キュービズムの裏側をつないで宇宙全体の整合性を無理やり維持している見えないネットワーク、分散型データベースの正体なのよ。ってことは俺たちが孤独なのはあくまで自分一人のローカル環境一途の話であって、客観的事実はデリートされたんじゃなくて、全観測者の分岐した宇宙に丸々残っているってこと。正解。物理学者が最後に行き着いたのは、孤独な主観をもつれの糸でつなぎ合わせて、巨大な客観的世界を再構築するという、MWI とキュービズムをハイブリッドした究極のリビルド、再構築の道だったのよ。そうだとしても分岐しちゃって観測できないのは変わんないのに、どうやって事実確認のバックアップを引きずり出すんだ。それができなきゃ悪魔の証明なのは変わらないんだぜ。直接は引きずり出せないの。ワームホールはつながっているけど通れない。でもね、バックアップが存在するという事実だけで物理学は大きく変わるのよ。どういうことだぜ。ホーキングが長年悩んでいたブラックホール情報問題って覚えてる？ブラックホールに落ちた情報は永遠に消えるのか、それとも残るのかという問いね。あ、ホーキング放射で蒸発しても情報は消えないはずってやつだな。ER=EPR がその答えを出したのよ。ブラックホールに落ちた情報はワームホールを通じて蒸発する粒子の中に痕跡として刻まれて出てくる。直接読めないけど消えてはいないということが数学的に示されたの。たとえブラックホールが蒸発しても情報そのものは消滅しない。これでホーキングが示唆した量子力学の絶対法則の崩壊だけは防ぐことができた。でもこれが宇宙の最終的な運命とどうつながるのかは次回以降の話ね。今はそんなことよりバックアップ宇宙とどうつながって情報を取り出すかだろ。観測者間の合意を取り付けるためのバックアップ世界の確認の方法はやっぱりないってことじゃん。そうだね。でもこう考えてみて、キュービズムでは観測者同士が全く同じ座標を共有できないという視点で、時空間の共有を切り捨てた It from Bit ではその同じ座標に存在できない観測者の It が時空間を創出するんだよね。ああ、そうだな。It になった観測者間の距離そのものが空間なんだぜ。キュービズムと It from Bit は別に矛盾してないんだぜ。でしょ。両立させてリグナーの友人実験のセットアップを見るとどうなる？あのおぞましい実験結果はわざと時空間を共有しなかった悲劇に過ぎないってことか。そうなの。意図的に拒絶しない限り時空間という客観性は失われていない。
観測者間に空間、距離が存在する限り、主観同士で補填し合う客観性だけはまだ生きてるってことなの。それって俺たちが今生きてる世界そのまんまの構図ってこと？そうよ。だから it from bit がしっくりこようが拒絶しようが変わらないって言ったじゃない。つまり ER イコール EPR は it from bit を証明して MWI を強化してキュービズムを絶望の底からすくい上げる完璧な接着剤になるってことか。まあそういうことなんだけど、 MWI とキュービズムがそれで向き合うかどうかはまた別の問題みたいだね。読めないけど存在する情報を物理学はどう扱うのか、そしてその情報を読むという行為をしている観測者とは何者なのか。結局また観測者問題に戻ってきたんだぜ。そう、ER イコール EPR は時空と情報をつないだ。次につながなければならないのは情報と読むものの間よ。続きは次回。読むもの、霊意識のことか。ようこそ最後の地雷原へ。また開幕宣言してるんだぜ。